まあ音楽で一番大事なのは、鍵盤の高さです。この、まあ音楽講座、ここではなんか僕がなんか音楽作るツールを乗り換えることができるのかみたいな、その経緯の、まああれですね。音楽作るツール、まあ、ダウってでもなんかひどいよね。なんか言い方。まあ、例えばなんか映像のやつって例えばファイナルカットとかダヴィンチとかって別にさ、なんかデジタルビデオワークステーションとかって言わないでしょ。まあいいんだけど。で、その DAW の、乗り換えを通して音楽作るっていうのはみたいなのの効率とか能率とか合理性とかみたいな、まあそんな話の中身ですかね。コンピューターで音楽作るのに、一体、何から始めるんだっていうのなんだけど、まず決めなきゃいけないのは、まあ、キーボードとかモニターとか乗っけるその机のその天板の高さだよね。まあ、音楽で一番大事なのは、天板の高さです。で、まあ、天板っていうのは、まあ、机の高さのことで、普通なんか日本で多いのは700とか、720とか、紙にハンコを押したりとかする事務用のだったら別に、それはそれで正解なんだろうけども、床に座る方がもっと全然、まあいいかと、だけど、まあいいけど、なんか椅子だったらば、みたいな話。これね、実企画とか、オフィス家具協会とかの企画で決まってるみたいで、まあ例外もあるんだけど、もちろん。例外っていうのは大体それよりさらに高かったりとかして、普通に売ってるなんていうのは、ゲーミングチェアみたいなさ、そういうなんか椅子から高さを追っていったら、机の天板ってなんかさらに10センチとか高くなっちゃう。結果、840とかの机もたくさん売ってたりとかして、だけどなんかそれってなんだそれ一体何に使うんだみたいな。結論としては、ここで使ってる机で言うと、天板の高さは614ですね。614。どうやってこの数字出したのか、みたいなのを解説みたいなしていくと、楽してなんか高能率な仕事するのに、条件満たせれば床に座っちゃう方が、まあ全然、そっちの方がまあ理にかなってるはずで、天板の高さってまあ低ければ低いほどいいでしょって。その天板の下で足組んだ時に膝が当たる。天板が邪魔になるようだとイラつくんでダメでして。ということは、自分のなんか膝の高さがまあ一つ目の指標になるよね。足組んだ時の膝の高さは床に座っていようが、まあどこだろうが、地面に片方のなんか足裏を着地させてたら原則変わらないので、まあそれで、まあ天板の下の、位置が、まあ、決まると。で、そして、天板の厚みを決めれば、まあ自動的に天板の高さっていうのは、まあ決まるって、まあそういう話。膝立てて、膝から足の裏まで、まあ、これ、まあ、要は自分で測るわけです。で、そしたらまあ535だと。で、だらーっと足組んだ時の、まあ、高さが、まあ、だらーっと組めば、まあ590だろうと。で、その、590に、天板の厚み、まあ、これだと24。足したら、まあ、590の24で、614が、まあ、それが、結論としても出てくるみたいな。まあそういう話ですね。机に合わせる、まあ椅子も、無限に低い、まあ椅子が、まああるんだったら、まあ、それはそれでまあおしまいなんだけど、まあ、例えなんか、スピーカーっていうのがなんかアンプと常にセットと考えなきゃみたいなことで、机もまあ椅子とセットでまあ考えなきゃってことなわけじゃないですか。周りのまあ道具とか、まあ、触りながら、なんかまあ延々とまあ座り続けるみたいなことを、まあ、になるから、まあ、椅子は、まあ前提として、まあキャスターついてて、まあ肘掛けついてるってことが、まあ、必要になるわけじゃないですか。なんだけど、キャスターついてて、肘掛けついてて、かつ、無限に、まあ、低い椅子ってなんか売ってないので、まずは、よりギリを狙った椅子を探すってことに、まあ、なりますよね。で、その椅子のなんかスペックの見方としては、まず、まあ、座面の高さってことになるけど、まあ、より重要なのは、まあ、肘掛けの高さですね。で、まあ、座面の高さが、まあ、普通に、まあ、垂直に
膝を立てた位置よりも低いってこと。まあ、延々となんかループ聞き続けたりとか、するためにね。で、肘掛けの高さが天板の下の位置よりも、低いこと。いちいち天板に膝だったりとかしないようにっていう。椅子の選びの条件っていうのはその2つ。だけど、そんな椅子はまず、売ってないと。で、どれもこれもなんかサイズが合わない。要は全部大きすぎるんだよね。オフィス家具のなんか3大メーカーとか、4大メーカーみたいなところに、何回もなんか、名したりとかして、聞いてるんだけど、ない。むしろなんか時々なんかホームセンターとかに、なんか稀にバルクでなんか置いてあったりとかして、そのホームセンターにはなんか漏れなく巻き尺も売ってるし、大体貸してくれたりもするんで、迷わずその場で測ると。で、高さ調節機能とかはむしろない方がいいんだけども、どうしてなのか、そんな椅子は。売ってないっすね。この椅子で言うと、なんか、一番なんか下に下げた状態で、座面が350。肘掛けが574。肘掛けも座面位置に対して、なんか、無駄に太かったりとか、高かったりとかしないから、これはこれで OK として、こういうの見かけたら、なんか我慢したりとかしないで、すぐ買っちゃうってことですね。って言っても、なんかこういうのってなんかすごい安く、大体売ってるんで、むしろ、金余ってんだったら、サイズ指定して、自分用のキャスター椅子とかを、作ってもらおうか、自分で加工するか、した方がいいから。天板の下の位置、590と、椅子が決まったら、次に、天板の厚みを決める。これは、材料何にするかで、大体決まっちゃうけど、軽さと値段と、下穴いちいち開けなくていいってことで、これなんかシナナンバーですね。ランバーってなんか耐久性云々とかあるんだけども、糊が剥がれたりとかしなければ、そんな問題ないんで、楽ちんさで、シナナンバー。シナナンバーで天板だったら、普通はどう考えても、30ミリ選ぶんだけど、人間が上に乗っても大丈夫とか、そういうような意味でね。これはもっとなんかギリまで、なんか天板の位置低くしたかったんで、これは24ミリですね。その分なんか、机のなんか間のなんか、足の置き方とかで6ミリ分の、強度をなんかカバーしてるみたいな。そんな感じ。6ミリ低いと、上に乗っけたものの使い勝手が、劇的に違うんで。結果、膝立てて、膝から、足の裏までが535で、だらーっと、足組んで、590と。で、その590に天板の厚み、24を加えた、590たつ24。614ミリが、この天板の高さで、これで天板の高さは、決定っていうことですね。その天板の上に何乗せるのかってことは次にしようか。座面が350以下で、肘掛けトップが590以下の、キャスター椅子があったらむしろ教えてほしくて、これもう取り替えたいんで、そんな感じの、エピタフです。バンド